教えてやる。これが本当のいかがわしいってやつだ。シェリー、あんたちょっと狂ってるんじゃないの？いや、どちらかというと奥手でシャイな永井というクラスの友達の評価だぞ。嘘をつけよし、今日から頑張るか。なかなか大変ですな。いや、本当にマリスさんはすごかったんだな。誰ですか？アイゼンバッハ公園です。先日王宮で。しかり。なんでこんなところに？それがあの後、私どもは爵位を剥奪され、一等地に立っていた屋敷からも即日追い出されることになりました。家族使用人と共に路頭で途方に暮れていた私に声をかけてくれたのは誰あろう、誰あろう。誰だと思いますか？もしかしてシェリー？その通り。誰やろう、シェリー・ラインスタッド様だったのです。シェリーが？よろしければうちにいらっしゃいませんか？ラインスタッド、何を言っている。私はあなたに。私もお父様のことがあってから使用人の人たちと離れ離れになって、一時は屋敷にも住めませんでした。だから光園さんのお気持ちがわかるというか、生意気にすいません。でも放っておけないんです。私は全くの誤解をしていた。
あれほど優しく美しいお嬢様に初めて会いましたぞ。私は間違っていたのです。シェリー様を育てられたウェイン・ラインスタッド殿が犯人のはずがない。はあ。居候させていただくだけでは私めの気持ちが収まりません。なんとか仕事をさせてくださいとシェリー様にお願いしました。するとあなたを手伝ってあげてほしいと。人手が必要ならうちのものを好きに使ってくださいませ。うちのもの？息子たちです。ムジルです。バハルです。タンバラです。どうも。あのように悪態をついた私にこのような施しをくださるとは。シェリー様は女神のような方です。私はあの方の力になると決めました。共に頑張りましょう。3人もお子様がいらっしゃったんですね。いえ、あれこれと7人ほど。お恥ずかしい。7人？これどういうことなの？お世話になります。なります。はい。屋敷にはまだ部屋がたくさんありますし。でもさ、あんたお金大丈夫なの？あんなに居候抱えて。ああ、まあなんとか。シェリー、もしかして怪しい店で働いてるんじゃ？違いますよ。実はお父様の持ち物をいろいろと売り払いまして。え？お父様は自分のものに触れられるのを嫌っていたので、帰ってくるまでそれだけは手をつけてはいけないと思っていたんですが、お父様もきっと許してくれると思います。シェリー殿、本当にこの子は。ちなみに私と息子の3人はシャムレットで寝泊まりいたしますので。え？ラインスタッド邸にはシェリー様や他にも麗しきご婦人が滞在されているようですしな。そこはご遠慮するのが紳士というものです。そこまではご厄介になれません。ということで、とわ殿、今夜からご厄介になりますぞ。ああ。聞けばとわ殿もなかなか厄介な身の上とのこと。年長者として相談にも乗りましょうぞ。どうも。ずっとここにいられるわけじゃないしな。折り入ってお願いがあるんです。なんだ、どうした？ワインの試飲会をするとかで立食パーティーに呼ばれたんです。自警団の方々が集まって、これを機会に交友など深められますようにということです。社交会ってやつか。
シェリーはそういうのに出たことがなかったのか？お父様がしていたので、私はほとんどお知り合いがいないんです。年頃になると、貴族の子息はそういった場にデビューをするのが習わしですが、お父様は私にはまだ早いって言っていました。私も私で正直、ああいったところは苦手でしたから。とはいえ、今はラインスタッド同士です。付き合いもこなさなければなりません。私はパーティーに行きます。おお、その意気だ。ということで、父さん、一緒についてきてください。お願いします。これは私ちょっと入っていけそうにないのですが。ここまで来て何を言うんだよ。だってなんか世界が違います。シェリーだって貴族の家なんだろ？そうですが。おお、ラインスタッドではないか。どうも。先日の活躍聞いたぞ。血のせがれなぞ、あの時怯えて引きこもっていたからな。うちのせがれもだ。ラインスタッドのところの爪の赤を煎じて飲ませたいわ。まったくだ。ところで、こっちは誰だ？変な服装をしているな。永井十和です。お前か。別の世界から来たとかいうのは。話を聞かせろ。話してみると、皆さん、いい人たちですね。変わった人も多いけどな。頑張ったから、少しは認めてもらえた、ということでしょうか。その写真って、もしかしてルーの故郷なのか？ちょっと、なんで覗いてるのよ。ごめん、目に入ったんだ。ったく。まあ、そうよ。私の故郷の町よ。懐かしくて見てたのか？別に、そんなホームシックみたいなものじゃないわ。手紙と写真が送られてきたから、確認してただけ。そうなんだ。でも、さっきのため息は？懐かしいなーって思ってね。俺も気持ちがわかるよ。別の世界から来たし、文化とか景観が全然違うよな。あんたが思ってるほど違うってことはないわ。街の雰囲気だって一見似たようなものだし。でも、ルーの格好が。私の格好が特殊だから国の様子も特殊なんだろうって思った？これベルフレア家の趣味であって国全体がこうってわけじゃないからね。変な格好って言われるのわからないでもないけど。変な格好とは言ってない。いいのよ、気を使わなくて。小さい頃からこういう格好をさせられてきたから馴染んじゃってるのよね。私の国では黒が神聖な色だとされてるのよ。だからまあ国自体黒色を神聖視してるわけだけど、うちはさらに信心深いから着るものも黒をメインにしててね。料理も黒いのが多いし。へえ。そうだ、あんたの世界に何か黒い食べ物ってあるの？
黒い食べ物か。そりゃあいくつかあるな。コーヒーかな。いいわね。目がシャキッとする。まあでも黒い料理の王様と言ったらあれよ。黒い料理の王様？なんだろう。黒豆。黒豆？あの黒さ、つや、最強の黒い料理だわ。そうなのか。おかしいわ。おかしい。どうした？最近なんか斧が重たく感じるのよね。あんた、私の斧に何か細工してないわよね。なんでそんな陰湿なことを俺がするんだよ。体調が悪いのか？そうね。なんか体が重いというか、最近その辺のゴロつきをしばきすぎて疲れてるのかも。どれだけしばいてるんだ。マッサージとかしてもらったらどうだ？マッサージ？なるほど。でも信用ならないのよね、他人って。警戒心が強いな。一応ここは元敵国なわけだしね。あと、ああいうのでペラペラ話しかけられるのが好きじゃないの。俺もおじさんのマッサージとかよくしてたけど、喋らないよ、別に。おじさん、すぐに寝ちゃうし。へえ、あんた、できるんだ。なるほど。そうだ、とは、マッサージしてくれない？俺が？あんた、なんとなくマッサージうまそうだし。マッサージうまそうって、どういう印象だろう。まあ、いいよ。どこでしよあんたの部屋でいいわよ。う。わかった。じゃあ行こう。頼んでみたけど、結構大胆な話だったかも。男の人の部屋でマッサージされるとか、まあいざとなったらぶち倒しちゃえばいいんだし、平気よね。体のどの辺が重たく感じるとかあるか？肩のあたりかな。わかった。じゃあやってみる。どのくらいの強さがいい？少し強めくらいがいいかな。これいい。声出ちゃう。恥ずかしいよ。いい感じ。ありがとう。だったらよかった。でも妙に緊張して別の意味で疲れたかも。たくなんで私こんなに緊張してるんだろう。どうした？なんでもないわ。じゃあね。
いい汗をかいた。ヤクモさん、訓練中ですか？ああ、ここで鍛錬するのがすっかり日課になっていたな。しかし、そろそろここで鍛錬をするのはやめようと思うのだ。どうしたんですか？どうも最近、決闘を申し込まれることが増えていてな。ええ。ここにやたら腕が立つ女剣士がいるって言うじゃない。このルーベルフレアが一丁勝負してあげようじゃない。ってあ失礼しました。なぜ私が道場破りのようなものをされなければならないのだ。頼もう。ほらまた来た。立花八雲殿はおられるか？私だが、悪いが、手合わせは承っていない。そのような用向きではない。八雲殿に折り入って頼みがある。なんだ？我が復讐のために助太刀を願いたい。いいな。いいな。話だけでも聞いてくださいませんか？いいな。いいな。失礼する。待ってくれ。どうか話を聞いてくれ。俺には兄がいたんだ。昔から仲のいい兄弟だった。それが先日酔っ払いの集団と喧嘩になり半殺しの目にあった。喧嘩相手の素性はすぐに知れた。でも相手が言うには言い合いの末の一対一の決闘だったという。しかし俺は見たんだ。数人がかりで兄を袋叩きにしているのを。それを奴らは一対一の決闘であり遺恨はなしだと言い張る。相手の家はここらではちょっとした名士だ。そうそう手が出せない。警察も取り合ってくれない。だが兄は修練所で兵士の指導もしていたんだ。これじゃお役目もご免になるだろう。俺は奴に決闘を申し込むことにした。弟の俺が改めて奴をぶちのめせば兄の恥も注がれるかもしれない。でも奴にはいつも取り巻きがいて手が出せない。取り巻きを抑え込んでくれる誰かが必要だ。それであんたならって。これが報酬だ。屋敷を売り払い小さい捨てて金を集めた。これでなんとか。何度も言うが、私はそのような仕事をしているわけではない。ならば仕方ない。俺は一人でも行こう。ぶしつけにすまなかった。まったく。気になるんですか？いや。ヤクモさん、何をしているんですか？グオッポの練習をしているのだ。乗ったことがなかったんですか？グオッポはこの辺の国でしか見られない生き物だからな。最近初めて乗ったんだ。そうなんですか。じゃあヤクモさんの国では馬とかいるんですかね？ああ、私の国では馬に乗るのが一般的だな。トワの世界もそうだったのか？いや、馬はいるんですが、普段の乗るのはもっとこう鉄の乗り物に。鎧か？いや、似てるようで全然違いますね。グオッポというのは馬に似ている。こちらの方が少々気性は荒いようだが、ちゃんと接すればちゃんと答えてくれるようだ。馬とはすぐに仲良くなれたのだ。
わいそうにはぐれてしまったのかな。どうしたものかな。警察にでも届けましょうか。ステグオッポか。ステグオッポ？グオッポは乗り物としての需要は高いからな。調教師が何匹か世話をしているわけだが、時々金の事情か別の事情か調教師がいなくなってグオッポが捨てられることがある。こいつもその手合いだろう。悪いがこちらに預けられても飼育なんてできないぞ。どうなるのだ？どうなるって、こいつを飼うにはえらい金がかかるしな。要するに処分すると？どうしようもないならな。断る。これも何かの縁だ。私がしばらく面倒を見よう。マジか。言っておくが、グオッポの子供を飼うのは大変だからな。そのための業者がいるぐらいだ。このような小さな生き物の面倒ぐらい見てみせよう。おい待て。俺のつてでグオッポの餌をラインスタッドの屋敷に届けておく。とりあえずそれを食べさせてやれ。グレンさん、ありがとうございます。かたじけない。俺は別に。ただまあ人間の都合で処分されるとしたらさすがに哀れだからな。ヤクモさん、グレンさんから荷物を預かってますよ。ありがとう。あと頼みがあるんだ。わけあってグオッポの面倒を見ることになったので、すまぬがしばらく屋敷の外に繋いでおいていいか？お、かわいいですね。構いませんよ。これがグレン殿が送ってくれた餌。干し草か。どうだ、食べるのか？どんどん食べるのだな。でも、どうしましょうね。しばらくここで私が面倒を見てみよう。後のことはそれからだ。はあ、いたいた。とは、ちょっといいかな。カミュ、どうしたんだ？前の話だけどね。君の好みについての件。あれか。まだ終わってなかったのか？一度引き受けた依頼だからね。好みと言われても、よくわからないとしか言いようがないぞ。そんな具体的に考えたことなんてないから。ま、一つ一つ質問していってみよう。じゃ、聞かせてもらおうか。背は低い方がいい？高い方がいい？前までは高い方がいいと思ってたけど、最近は低い方がいいかな。どうして？あれ？なんでだろう。だいたいわかったよ。依頼人に伝えに行こう。今から？君も会いに行ってみるかい？まあ。はあ、いたいた。神さん、どうも。ほら、トアの好みについて調べ終わったよ。父さん？急に連れてきて悪かったかな。ただ、手っ取り早いと思って。いえ、それが、すいません。どうしたの？すいません。あの後、私、好きな人ができて、だから、もういいんです。
そうなんだ。ならいいけど。そういうことで、今回のことはごめんなさい。失礼します。まあ、そう気を落とさないことだね。落としてない。落としてないけど、なんか、告白もしてないのに振られたような、複雑な気持ちだ。君の良さを分かってくれる子が現れるさ。そう俺の良さってなんだろ依頼してくれたら君の良さを調査してあげるよ。う。なんだそれは。今度はどんな事件に立ち向かっているんだ？とはいや、事件というわけじゃないんだ。小説を読んでいると探偵は皆決め台詞を持っているんだよね。僕にも必要なのかな。そんなことを気にしているのか？別に子供っぽい気持ちで言ってるわけじゃないよ。探偵というのはセルフプロデュースする必要があるんだ。探偵の存在感が増すことにより犯罪者への抑止効果となり、その名前だけで治安に幾ばくかの貢献をすることができる。僕はそんな探偵になりたいんだ。なるほど、いい心がけだと思う。ただ僕には全く思いつかなくて。小説とか読んでるなら何か出てきそうじゃないか？読むのと自分で考えるのは全然違うからね。まあな。ねえ、何かいい決め台詞ないかな？俺が考えるのか？採用するかはわからないけど、他の人の意見も聞いてみたいんだ。探偵だって恋したいとかどうだ？それが決め台詞なの？さあ、これから事件を解決しようって時に、探偵だって恋したいとか言い出す探偵がいるの？それはむしろ現実逃避をしているよね。意表をついて相手を混乱させるのには役立つかも。混乱させてどうするの？もういいや、それでちょっと検討してみようか。検討するのか？なんで驚いてるの？君が提案したんだろ？これをクールに言うべきか、あるいはかっこよく？声量はわかった、やってみよう。探偵だって恋したいんだよ。これはちょっとドキッとするかもしれない。ドキッとさせて、それでどうなると？やどうなるんだろうな。っぱりやめよう。急に恥ずかしくなってきた。あはは、力になれなくてごめん。でも神は決め台詞がなくても十分かっこいいと思うよ。だから話題にもなってるんだし。そんなフォローはいらないけど。
おお。クリスさん？ああ、トワか。すごい上手なんですね。グオッポのことか。戦場でもこれが足となるからな。うまく乗りこなせて当然だ。すごいです。そうか。一応グオッポ乗りの大会で優勝したこともあってな。俺はまだ乗り始めたばかりで、いまいちうまく乗れないんです。何かコツとかないですか？グオッポに乗るにあたって。そうだな。まずはグオッポと心を通わせることだ。心？グオッポはいいぞ。素直だ。おべっかを口にする裏で陰口は叩かない。こちらが与えた分だけちゃんと答えてくれる。信頼に足る動物だ。クリスさん？グオッポが好きなんですね。ああ。少なくとも人間よりは好きだな。それは。心を通わせるためにはグオッポについて知らなければならない。グオッポについて。クリスさん、よかったら具体的に教えてくれませんか？グオッポについてか？まあいいだろう。ここで暮らすなら確かに乗りこなせないと苦労も多いだろう。暇な時に指南してやろう。助かります。ではこちらで資料を用意しておこう。資料？グオッポの生態と歴史について学んでおく必要がある。一月は座学に費やして実技はそれからだ。はい。一月。じゃあな。トワ、いるか？クリスさん、どうしたんですか？もしかして、前に言っていた座学ってやつですか？ああ、今から時間はあるか？わかりました。グオッポはオスとメスによってその特性に差が大きく、役割も変わってくる。簡単に言えば、オスは短距離を短時間で移動したい時に向いている。メスは長い距離を時間をかけて移動する時に向いているだろう。なるほど。街中を移動しているのは大体オスだな。だから少々気性が荒く、扱いに困ることがある。慣れていない者は、あえてメスを指名すれば乗りやすいかもしれないな。あとは、同じグオッポをリピートすることだ。お気に入りのグオッポができたら、調教師に伝えておけば、できるだけ手配してくれるだろう。向こうも何度か乗っている人間には心を許すから、御しやすくなるだろう。メッセンジャー。手紙や荷物を届けるのに向いているのもオスだ。気性は荒いが、オスには使命感のようなものがあり、命令は忠実に遂行しようとする。一方メスは、おっとりしている分、放っておくと道草を食ったりとマイペースな仕事をする。人を乗せていれば、その都度人間が注意することができるが、単独で急ぎの仕事をさせるには向いていないわけだな。なるほどなるほど。なんだ？何か質問でもあるのか？いや、なんていうか、詳しいんだなって。私のことか？どうでもいいだろう。まあ、レイ家では、幼い頃からグオッポの扱いを仕込まれるからな。私も幼い頃から、一頭のオスを飼っていた。そうなんですか？ああ。卵の時から世話をして、共に戦場を駆け回ることもあった。相棒だった。今もそのグオッポに？グオッポの寿命はおよそ15年だ。数年前に立派に往生した。そうなんですね。
すいません。トマという名前だった。俺？トアではない。トマと言ったんだ。トマ？お前に名前が似ているからといって、それがどうした？何も言ってませんよ。トマはオスにしては気が優しく、人によくなれるやつでな。たまに厩舎で一緒に寝たりしたものだ。そうですか。なんでお前が顔を赤くしているんだ？してないです、してないです。まったく。少々似ているところがあるかもしれないな。俺とそのトマの性格がですか？いや、顔が。顔？冗談だ。では次はグオッポの飼育について学んでいく。図書館でいくつか資料を集めておいた。予習しておくように。はい。今日はここまでにしておこうか。ありがとうございます。じゃあな。俺、グオッポを飼育するの？やあ、自警団活動かい？精が出るね。その依頼を受注するかい？よう来てくれたか。今日もまた訓練に付き合えばいいんですね。まあそういうことだ。今日は最後の仕上げをお願いしたいんだ。いいけど、なんか熱心ね、おっさん。おっさんとか言うな。この先どんな強い奴らが現れるかわからないからな。強くなれればこいつらもやられる可能性が低くなるだろう。なんか慈しむ目で見てるなよ。僕の推理によると、部下には人望がなさそうだから、プレタポルテに友情を感じて。変な推理をするな。俺は仕事に真面目なだけだ。承知した。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだ。どこを見てる？これは聞いただろ。できた。これは聞いただろ。ナミさん。これは聞いただろ。そこか。出撃。はっ。それを毎度これはどうだ。これは聞いただろ。なぜだね。参ろうか。いや、参ろうか。
これは聞いただろ。参ろうか。鍛錬の成果が出たな。これは良いものだ。僕の探求心はまだこんなもんじゃないよ。なるほどね。理解した。ありがとうよ。これでこいつらもだいぶ機能が向上したはずだ。かもね。またやり合うことがないのを願っているわ。真面目に生きてればそうはならないだろう。真面目に生きていて牢屋にぶち込まれたんですが。ま、いいじゃないか。人生経験だ。ついては警察からちょっとした礼がある。お金ですか？武器とかじゃない？食べ物と見た。あまり期待しない方がいいよ。なんとお前らに警察から感謝状が発行されることになった。ほら。感謝状。もしかして報酬ってこの紙切れだけなの？おいおい、お互い市民を守るために頑張ってるんだぜ。持ちつ持たれつ金がどうとか言うのはなしだ。いや、そうは言っても。いいじゃないですか。感謝状嬉しいです。これでラインスタッド家も少しは名誉を回復できたかもしれません。ということで感謝状ラインスタッド家ありがとう。何そのいい加減な感謝状。というかこれおっさんの手作りじゃない？俺じゃねえ、俺のかみさんの手作り。何それ？さすがラインスタッド自警団、依頼達成だ。ここかな。よう、あんた来たのか。ここは俺がやっている古本屋さ。俺はジェラルドって言うんだ。永井とわです。いろんな本があるんですね。ああ、年頃の男向けの本だって置いてあるぜ。よかったら買っていってくれ。ま、うちの主力商品はそういうのじゃないんだけどな。世の中にはな、権力者か誰かの都合で世間から回収され日の目を見なくなった本が存在するんだ。俺はそういうやつを集めて
高値で流したりするのさ。そういう本を各地を回って収集したりもする。危険も伴う商売だがな。この商売をしていれば面白い本が手に入り、学園じゃ知り得ないような知識を得られる。なあ、あんた、よその世界から来たんだろ？ええ。そのくせこっちの世界のことを知りたがっている。物好きだな。それは、帰る方法を探す足がかりとして。本当にそれだけか？お前は気になっているんじゃないか？この世界が何なのか。ここに住む連中が当たり前のように受け入れていることを、異邦人だからこそ疑問に思い調べようとしている。そういうの俺は好きだぜ。協力してやりたい。ほらよ、これを貸してやる。これは、グリム戦記ゲって、図書館では続きはないって。続きはないってことになっているのさ。この世に存在しないことにされた禁書というやつだ。禁書。どうして？どうしてかな。世の権力者にとっては都合の悪いことが書かれているからかもな。読みたいなら持って行っていいぜ。大事なものじゃ。貸してもらっていいんですか？趣味で保有しているが、そんなもの買い求める奴がそうそう現れるとは思えないからな。長年誇りをかぶってる本だ。たまには誰かに読んでもらえないと不憫ってもんだ。その代わり汚さないでくれよ。急がないから、読んだら返してくれればいい。ありがとうございます。あれ？誰でしょう？何でしょうか？レオン王子より文書をお持ちしました。レオン王子様から？あの王子から？何かしら？と、明日、王子様が騎士団を伴って、うちにいらっしゃるようです。なんで？詳しくは、追って伝達するラインスタッド家においては、急防していると聞くが、精一杯の艦隊を行うことではな。偉そうに。あの王子がここに来る。それも騎士団を引き連れて。何の用でしょうね。直々にご褒美をもらえたりするのかもしれないですね。まあ、ない話じゃないけど。この前、話したこと覚えてるかい？レオン王子が犯人だという可能性もあるってこと。僕たちはシェリーのお父さんが犯人じゃないということを信じている。まあ、会ったことはないけど、シェリーが信じてるなら信じてもいいわ。うん、僕も同じだよ。でもそれはつまりレオン王子こそが主犯という結論に行き着いてしまうんだ。それは確かに。その王子が明日ここに来るってこと？
ナッシュ、降雪山殿。ラインスタッド邸に行く。準備しろ。はーい。やれやれ、どっこいしょ。私たちみんなで行く必要があるんですかね。王子が出向く以上は同行しないわけにはいかないだろう。レオン王子の気の荒さにも困ったものじゃのう。叔父のファリス王子はちょうどあのくらいの年で亡くなったが、正反対の性格だったの。ファリス王子ですか。私は実際に王子が戦場にいるところを見たことがありませんが、強かったんですか？指導する時も直接手合わせするのは嫌がる人でしたし。強かったぞ。わしが見てきた中では3本の指に入る。少々臆病なところはあられたが、才能は抜群であった。無駄話はそこまでにしておけ。おい、見ろよ。あの行列。王子が王宮から出てくるなんて珍しいな。それも騎士団を伴って。何が起こるんだ？また戦争にでも出向くんじゃないか？にしては頭数が少なすぎる。バーカ。今の戦争は以前までのものとは全然違うんだ。ゾロゾロ引き連れるより、凄腕の鎧乗りが数人いれば、それだけで戦況はひっくり返る。そういうものか。けど、奴らが向かっている先って、ラインスタッド家？清流騎士団っていうのは、すごいところなのか？クリスさんが所属しているところだよな。僕らが自警団なら、あちらは王直属の近衛兵団といったところかな。簡単に言えば、えりすぐりのエリートだね。エリート？王国には、秘宝と呼ばれる5つの卵があります。私たちが契約しているクラリアスの卵の上位には、ドラゴンと呼ばれる卵があるのはお話ししましたよね。うん。英雄リディアのソウルドラゴン。もう一人の英雄、アルディーアがまとっていたと言われる鎧。そして王国には、国を守護する騎士団の5つのドラゴンの卵があります。そうだったのか。あのソウルドラゴンみたいなのが、この国に5つもあるってことか？いえ、同じドラゴンの称号を持つ卵でも、やはり、リディアのソウルドラゴンは別格ですが、15年前、私の父を含めた先代の騎士団が、ドラゴンの卵の力によって、リディアを撃ったのも事実です。それを束ねるのは、騎士団長のウルフィリア・レイ。あらゆる戦争、闘技会で、最強の名を欲しいままにしている、名門、レイ家の剣士。そんな方々が、なんでこの屋敷に来るのだ？さあ。もしかして、スカウトでしょうか？え？最近頑張ってるので、私を騎士団にスカウトとか。すいません。言ってみただけです。あんた、前向きでいいわね。でも、なんだろうね。わからないけど、あんまりいい予感はしないわ。屋敷の者はいるか？レオン王子、直々のお越しだ。邪魔するぞ。よう、先日はご苦労だったな。で、誰だったか。お前がシェリー・ラインスタッドだな。いいな。違ったか。となると、お前だったか。違う。ほう。では、まあまあだな。喜べ。やった喜べとは言ったが、せめて話を聞いてからにしろ。ー！すいま
シェリー・ラインスタット、お前を俺様の妃にしてやろう。喜べ。ヒサキ、待ってください。ああ、父親のことを気にしているのか。構わんぞ。それはそれ、これはこれだ。先日のソウルドラゴン討伐も見事であった。この国は今苦難の時期を迎えている。今こそ新しい光をこの国にもたらさなければならぬ。俺と共に光となれ、シェリー・ラインスタット。私じゃない。間違った。まあいい。今日はもともと挨拶だけのつもりだ。そのみすぼらしい格好を少しでも華やかなものにしてこい。俺様にふさわしい女としてな。1週間後には婚約の儀を行う。後日また迎えをよこす。おい、帰るぞ。長井とわは貴様か。はい。うちの団員が世話になったらしいな。クリスさん。どういうことだ？あまりに急なことで整理ができないんだけど、要するにシェリーを王子様の嫁にしたいってこと？そういうことだったんですか？いや、そういうことでしょ。何を聞いてたの？何か褒めに来てくれたのかなって。前向きな。まあ確かに唐突すぎるな。そもそも妙な話だよね。シェリーを思っていたというわけでもなさそうだし、面識もなかったんだよね。まったく。なぜいきなり妃なんて。最近有名人だし、ちょっと利用してみようみたいな。それでここまでするかな。思うにやっぱり大殺しの犯人はレオン王子なんじゃ。だからこそ父親の潔白を証明しようとしているシェリーを取り込んでおきたいんじゃ。なるほど、そんな推理が。いずれにしても慎重になった方がいいよ。つまり王子の申し出を断るわけ？シェリー殿ご自身はどうなのだ？レオン王子の妃というのは。それは難しいかなって。はっきり言うのね。まだ結婚とか考えてないですから断るしかないってことだね。あんまり話が通じるタイプにも見えなかったけど。誰がどうやって伝えに行こうか。もちろん直接私が出向きます。ストップストップ。なんか嫌な予感がするから代役立てた方がいいって。どうしてですか？こういうことは自分でやらないと。いいから引っ込んでて。誰か代役に向いてそうな。なんで俺が？ここは一つお父さん代わりとして。誰が？俺は老けてるように見えるが、お前らみたいなでかいガキがいる年齢じゃない。俺だってな、上の機嫌を損ねて仕事を失うのはごめんだ。養う家族もいるってのに。そこをなんとか。たく、しょうがないな。お前らには借りもあるしな。騎士団には顔見知りもいるからな。伝えるだけ伝えてみるが、伝えるだけだぞ。結果には責任が持たないからな。結果とは何だ？レオン王子にはあまりいい噂を聞かないからな。なんてな、めったなことを言うものじゃないけどな。レオン・レインフォルスか。先日のパーティーでの姿を見る限り、
確かに一筋縄ではいかなそうだな。王様の暗殺現場の唯一の目撃者でもあるしね。シェリーのお父さんが犯人じゃないとしたら、彼は何かを隠していることになる。その理由は何なのか。どちらにせよ、この話、慎重になった方がいいのは間違いないね。もっとも、そう簡単に引き下がるか。だが、トアは、あの王子を知っているようだったね。ちょっと街で会ったことがあって。何それ？どんなやつなの？あの王子。そんなに悪い人じゃないこともないかな。ちょっと悪い人かもしれない。ちょっと悪い人。この人よしがちょっと悪いっていうことは、だいぶ危険人物なんじゃないの？ウルフリア。あよう。警察が何の用だ？今日はプライベートっつうか、ただのメッセンジャーだ。あラインスタッドから返事を預かっている。なぜお前が？奴らとはいろいろあるんだよ。それで、なんだ？これ読むのか？ごめんなさい、ペコリだとさ。ちなみに、ペコリってのは書いてあるんだからな。奴らは何なんだ？何と言ってもな。おかしな集まりだ。この国で、欧米に逆らうことが許されると思っているのか？ごめんなさいで通用すると思うか？子供なのさ。言い訳にはならんな。しかし、部外者から一言言わさせてもらうと、どうも解せないな。どうしてレオン王子がラインスタッドの娘と婚姻を結ぼうとする？こんなドタバタした時期に唐突すぎる。聞けばそもそも面識もないと言うじゃないか。向こうが戸惑うのも当然じゃないか。知らん。知らんってお前。俺たちが気にすることじゃない。それよりお前こそ何をしている？ガキの使い走りか？ま、刑事なんてのはそういうもんだ。庶民の悩みのためにあっちこっち駆けずり回るのが仕事さ。ふぬけめ。ああ、口を慎めよ、チビ。老け顔。なんだと？まあいい。そのままレオン王子には伝えよう。ペコリまでしっかり伝えろよ。奴らの知り合いなら忠告してやれ。少々厄介なことになると思うぞ。ラインスタッドの件ですが、下男がことづてを。なんだ？意には沿いかねる。と。なんだと？今何と言った？意には沿いかねる。と。なんだ？俺様は力ずくであの女を連れてこないといけないのか？交渉が決裂するなら、最終的には。そうかそうか。困ったな。俺様はそういうの大好きだぞ。彼らはソウルドラゴンを討伐した者たちです。仮に事を構えることになれば、簡単にはいかないかもしれません。見ろこいつらを。これは獅子ですか？こいつらはかつて草原の王者だった。それを俺様が捕らえてきたんだ。無論抵抗はしたがな。それを押さえつけ檻に放り込む。そうやって餌をやっていれば、かつての王者も次第に服従するようになる。騎士団長ウルフィリア、獅子を捕らえて檻に放り込め。調教は俺がしてやる。いや、ラインスタッドの紋章は猫だったか。ま、似たようなものだ。かしこまりました。
手荒になるかもしれません。未来の妃が怪我をするかもしれませんよ。手加減がそう得意ではありません。構わん。腕の1本2本なくなっても生きていればそれでいい。俺様がこの獅子を捕らえた時ほとんど瀕死だったぞ。困りました。どうしたんだ？先日立食パーティーに参加したじゃないですか。おう。ホームパーティーなるものは招待されたら今度は招待し返さないとダメということで、とはいえうちはそんな余裕はないのですが、それに他の人の屋敷と違って結構外れにありますので、誰も来てくれないような気がします。結構有名になってるし、来るんじゃないかな。でもそれならそれでお料理とかどうしましょう。ズバリ予算がありません。そうか。これは？余り物を使ってヤクモさんにまかないを作って差し上げてるんです。以前廃棄する食材を見てヤクモさんが捨てるなら食べさせてくれとおっしゃったので、そのままはさすがに気が引けますので簡単に調理しているんです。余り物。そうだ！どうしたんですか？パーティー開けるかもしれないぞ。0円食堂というやつがあってな。こっちではゼロポン食堂か。ゼロポン食堂。お金がかからない食堂ですか？そんな夢のような食堂が。ヤクモさん、いきなり現れないでください。向こうの森で訓練をしていたらとても魅惑的な言葉が聞こえてきたのでな。耳良すぎですよ。それでトワさん、ゼロポン食堂はどこですか？食べに行きましょう。待て待て、シェリーも勘違いしている。俺の世界にあってこっちにはないだろう、多分。その手法を真似しようって話だ。その手法？そう、他の店で使わない食材、廃棄されるものとかを集めて料理にするんだ。そうすればお金はかからずにゼロポン食堂ができるんだ。そんなことが可能なんでしょうか？うまく調理すればわからないよ。どう思いますか、ヤクモさんは？とてもいい案だと思う。出来上がったら呼んでほしい。では。ヤクモさん、言っちゃった。じゃあ食材を探しに行きましょうか。こんなにいいんですか？ああ、どうせ廃棄するものだからね。よかったらどうぞ。しかしラインスタッドのお嬢さんはこういうのは気にしないのかい？はい？こういうの？いや、だから貴族のお嬢さんが廃棄食材を集めて回るとか。はい。さもしい行為だったでしょうか？いやいや、私はそうは思わないよ。そういうやつもいるかもしれないけど、いろいろあって苦労してるんだね。頑張りなよ。はい、ありがとうございます。たくさん集まりましたね。皆さんいい人です。よかったな。これ
れならなんとかなりそうですね。では招待状を書いて皆さんに。なんだか緊張してきました。こういうことをしたことがないので。頑張れ。頑張ります。来ないですね。そうだな。気にするな、シェリー殿。私がちゃんと全部食べるから。美味しい。ヤクモさん、食べちゃダメです。すまん。そういや、ルーと神は？ルーさんは、慣れ合いなんてしないわって言って、カミュさんは、そういうの苦手だから、と、拒否されました。シェリー・ラインスタットはいるか？我はカーボン家当主、ローランド・カーボンである。今日はホームパーティーに招待を受けて参上した。来ましたよ。よかったな。サンダーランド家参上。ゴルフィン、ロバート、レイチェル。今日はお邪魔するぞ。レイチェルのやつ、ここだけの話、ウェイン殿のファンだからな。昨日からワクワクしていて。土産を持ってきたぞ。なんだ、結構来てくれてるじゃないか。町の人たちもだいぶ来てないか？ええ、食材でお世話になったので、皆さんにも招待状をいっぱい配ったので。おいおい、大丈夫か？料理足りるかな？パン屋です。本日はこのようなパーティーにお招きいただきありがとうございます。たくさん焼きたてのパンを持参いたしました。酒屋です。たっぷり酒を持ってきましたぞ。おお、どうやらそれぞれたくさん食べ物を持ってきてくれてるみたいだな。これなら心配ありませんね。貴族のあんちゃんは酒も飲めないか？何を？いいだろう。ファンバイク家の名にかけて負けられない。なんだかいいですね。自分の開いたパーティーで皆さんが交流してくれて。そうだな。いや待て、シェリーも見てるだけじゃなくて交流しないと。私はいいです。ここで見てますから。ダメだよ。主催者として挨拶に回るんだよ。そういうのはちょっと恥ずかしくないですか？今さら何を言ってるんだ。ほら。ラインスタッドのご息女の登場だ。シェリーお嬢様、今日は私どもまで招待いただきありがとうございます。はい、どうも。シェリー。おう、父さん。ちょっと疲れた？たくさんの人と喋って、さすがに。でも、疲れたからここに来たんじゃないんです。え？懐かしくなって、お父様がいるときは、たまにこうして、家でパーティーが開かれていました。私は子供で、大人の人たちに混じるのが怖くて、ここからぼんやりと眺めていました。大きくなったら、
大人の人と同じようにあそこで話したり踊ったりするんだって羨ましく見ていたんです。それが今日叶ったんだなって。シェリー。父さん。踊りがまだだよ。あのこんな感じかな。お二人さん、上手だね。こうですよ、父さん。うまいんだな。お父様に教えてもらいましたから。でも実際にこういった場で踊るのは初めてで嬉しいです。そっか。父さん、ありがとうございます。本当に。私。シェリー。それはお父さんが見つかるまで取っておこう。お父さんが見つかったら思う存分泣こうよ。それでもっと盛大なパーティーを開こう。はい、そうですね。きっと開きましょう。約束です。うん。募金お願いします。お姉ちゃん、この前は募金してくれてありがとう。あんたも一日お疲れね。また募金してくれるの？ありがとうございます。今すごい額を寄付したよな。何よ、見てたの？たまたまだよ。それより今札束ごと寄付しなかったか？そうだけど、あんなの普通じゃない？ルーって金持ちなんだよな。何をやぶから棒に。いや、分かってはいたんだが、改めて金の使い方とか見てると、はっきり言って金持ちね。故郷じゃ東のラニスター、西のベルフレアと言われているわ。よくわからないけどすごいんだな。すごいのかしら。言っておくけど、私の国じゃ誰もが金持ちになりたいわけじゃないわよ。だから金持ちだからって羨ましがられることでもない。こっちでもそうだと思うけど、金持ちってことはそれだけ使命を負うことと同義なの。だからいたずらにお金を持たないようにする人もいる。趣味の悪いお金の使い方してるとすぐに批判を受けるわ。言っておくけど、私の服装は私の故郷じゃ最先端なんだからね。クールなんだからね。何も言ってないって。自分に果たせる使命はつつましいものだから、お金もつつましやかにしか持たないってね。そういう考え方だって非難されないわ。身の程をわきまえるのも立派なことよ。でもベルフレア家の家訓は、世界の富を我に、世界の使命を我に。世界の使命を追う人間になる。そのために世界の富を得るのよ。豪快なんだな。
そういや、あんたのところのお金のあり方ってどうなのか気になるわ。お金のあり方？いや、どうだろう。別に、こことそんなに変わらないと思うけど。じゃあ、あんたにとってのお金って何？お金は。持ってるとなんとなく安心するお守りみたいなものかな。へえ、面白い考えね。まあ、結局は使い方だよな。まあ、そうね。私だって結局、親からもらったお金を使ってるだけだしね。早く自分でどんどん稼いで、もっとパーッと使えるようになりたいわ。今でもだいぶパーッと使ってるような。それでも節約してるつもりよ。そうだったのか。あれ？あんた何やってるの？ルー？探検してるんだ。探検？子供みたい。いいだろ。そういうルーは何を？パトロールよ。何か聞こえない？何が？なんか変な鳴き声が。あっちだわ。おい、ルー。こいつ変な声で鳴くぜ。おらおら。またつまらないことをして。ほら、何をいじめてるのよ。なんだこいつ。真っ黒い格好しやがって。真っ黒で悪かったわね。うわー！はっ、覚えてやがれ。まあでも、私も少し考えるべきなのかも。何を？私も意地になってこの服で通してきたけど、もう少し柔軟になるべきかなーって。この国ではあまり見かけない格好だから、いちいち歩いてて目立つのも面倒になってきたしね。あんたから見て、私の格好ってどう思う？それは。かっこいいと思うよ。かっこいいね。いまいち私の目指すところと違うのよね。ルーの目指すところって？神聖にして厳か。神聖にして厳か。それはちょっと違うような。なるほどね。よし、今日は服を買いに行くわよ。あんたの庶民な意見も参考にしたいわ。ついてきて。庶民な意見っていいけど。これいいじゃない。目立つのには変わりないんじゃないかな。結局総合すると今の服が一番いいということにならないか？とは。あれ、ヤクモさん。どうしたんですか？
少し付き合ってもらえるか。ああ。どうしたんですか？この前の男から手紙と金を受け取ってな。今日決闘を果たすとどうか助太刀願いたいと。まだ諦めてなかったんですね。私自身どうしたらいいかわからない。トワがいれば私は正しい選択をできるような気がするんだ。行ってみて考えますか。ああ。兄の受けた屈辱を晴らすため、お前に決闘を申し込む。やれやれ。お前もしつこいな。お前の兄と俺は正々堂々とした勝負をしたんだ。これ以上騒ぐことの方がお前の兄の顔に泥を塗ることになるぞ。嘘をつくな。お前たちは数人がかりで兄を襲ったんだ。勝負は？兄は俺より強い。兄に1対1で勝ったお前なら俺にも勝てるだろう。だから勝負を受けろ。なるほどな。よくわかった。では受けるかよ、そんな勝負。何？確かに俺はお前の兄貴を倒した。だからといってなんで弟のお前のリベンジに付き合わないといけない？義理がないんだよ。そんなことに付き合ってたら何か卑怯な手を使ってこないとも限らないしな。仲間と兄を襲ったお前がそれを言うか？何の話だろうな。俺と決闘をしろ。嫌だね。おい、これ以上ザレ言が言えないように腕を折ってやる。はい。やめろ。何？誰だ？あなたは？助太刀いたす。なんだこの女。ラインスタッド家の触覚です。えらい腕が立つとか最近評判なんです。女、お前には関係のないこそうか。だったらお主の友人も帰らせろ。彼らにも関係ないことだろう。これはお主とそこの男の決闘なのだから。なに？まったく面倒な話だ。おい、あの女ごとまとめて叩き潰せ。はい。何？卑怯だぞ。こんな奴を連れてくるなんて。お主には手を出さぬ。あくまで私は決闘を見届けに来ただけだ。何が？あんたは無傷で兄に瀕死の傷を負わせた。そんなあんたがなぜ俺との決闘を恐れる？俺はあの夜酔っ払って店の女にちょっかいをかけていた。それをお前の兄貴に注意されたんだ。それで決闘だと騙して数人で襲いかかったよ。このノリで悪かった。許してくれ。俺自身は誰とも喧嘩なんかしたことねえ。決闘なんて無理なんだ。お前よくもそんなことを抜け抜けと。助けて。痛いのは嫌だ。行け。さっさと行け。そうか。じゃあな。よかったのか。ここで白状したからといって奴が警察に事情を話すとも限らないぞ。いいんです。兄はやはり迂闊でした。決闘だと言って誘い込まれる落ち度があった。恥は恥です。今日はありがとうございます。これは返す。結局決闘にはならなかった。受け取れない。いえ、受け取ってください。
決闘にはなりませんでしたが、俺の気持ちには踏ん切りがつきました。このご恩は忘れません。では。自分で踏ん切りがつけられたみたいですね。そうだな。この金、シェリー殿に渡しておいてくれ。私には無用なもの。でも美味しいもの食べられますよ。そんなことに。1割だけ私ももらっておこう。八雲さん、妙なことに付き合わせてしまった。何か食べに行こうか。そうですね。暑いな。水の音がするな。あ、泉があるんだ。よし、水浴びするぞ。気持ちいい。冷たすぎずほてった体にさらりと触れる。軟水で心地いい。軟水かどうか知らないけど、何よりこの透明感、水底まではっきりと見える。気持ちいい。どうしよう。おう、トワじゃないか。八雲さん。すみません。ああ、いや、そんなに気にしなくても。こんなところで水浴びしている私も悪いのだしな。私は気にしないぞ。トワも入っていったらどうだ？いや、そう言われても。ああ、そうか。見られるのが気になるのか。では、私は後ろを向いていよう。じゃあ、お邪魔します。別に泳いだりしていいんだぞ。いや、それは。あれ、八雲さん、背中怪我してませんか？ああ、私の体にはいくつか傷跡があるから気にしないでくれ。いくつかって？国を出るときに追っ手と何度か剣を交えることがあったからな。八雲さんは追われていたんですか？国を出るまで何度も命を狙われたよ。何かと危険な目にあった。だから想像もしなかった。こうして誰かに無防備に背中を見せる時が来るなんて。八雲さん、俺だけじゃなくていろんな人に気を許していいと思います。まだ屋敷の外で寝てるじゃないですか。気を許してないわけではない。いや、そうだな。トワの言う通りだ。私はずっと警戒しているんだ。どこかに逃げられる場所がないと安心しないのだ。それなら俺たちが八雲さんの逃げ場所になりますから。頼もしいな。トワになら全てをさらけ出してもいいかもしれないな。全てを？そっちの意味じゃないぞ。わかってますよ。私のことを頼んだぞ、トワ。
どうしたんだ？神でも解けない難事件か？いや、そういうのではないんだ。そういうのじゃない。何か悩み事か？まあそんなところかな。歯が痛いんだ。虫歯ってことじゃないか。医者に診てもらったらどうだ？そうかな。どうなんだろう。まだ何とも言えない。そういうの見てくれる医者とかいないのか？いるよ、そりゃ。だったらすぐに行けばいいじゃないか。そうだね。それはそうなんだけど。何か問題があるのか？いや、つまりなんていうか、歯医者というのは信用できるのかなって。信用？何が？口を開けて無防備になるわけだろ。よっぽど信用できる相手じゃないとそんなのはなかなか。カミュなんだい？歯医者が怖いのか？何を根拠にそんなことを言うんだい？まったくとんだ名探偵だよ、君は。いや、やけに行きたがらないからそうなのかと思ったんだ。大した妄想だよ。推理作家にでもなったらどうだい？それじゃあ僕は失礼するよ。考えがまとまらない。カミュなんだい？俺の友人の話なんだけど、虫歯を放っておいてずっと歯医者に行かなかったらしい。そしたら虫歯が神経にまで達してな。それは面倒で苦痛のあるとても大変な治療をすることになったらしい。何を言いたいんだい？後々ひどい目に遭うから今言っておこう。そもそもそんなんじゃ仕事にもならないだろ。行こう、歯医者に。怖いことなんてない。だから僕は別に怖いとかじゃなくて、いや、怖いのかな。実は行ったことがないんだ、歯医者って。でも孤児院にいる頃、虫歯になった子がいやいや連れて行かれて泣きながら帰ってきたのを覚えてて。だから絶対虫歯にならないように歯磨きを入念にしてたのに。なるほど。でももう行くしかないな。俺にできることなら何でもする。できることってなんだい？治療中に君に何ができるって？例えば応援してるよ。応援って？頑張れ頑張れ。すごく邪魔そう。そんなのいいから。じゃあ何をしたらいいんだ？歯医者を見張っていてほしい。は？怪しい動きをしようとしたらすぐに止めてほしい。しないだろ、怪しい動きなんて。
痛くしないと言いながら痛そうなところを何かする可能性があるだろ。あと道具で間違えて歯茎を削ろうとしたりしたら止めてほしい。わかった。見張ってるよ。頼んだよ。な、すぐ済んだだろ。そうだね。思ったより何もなかったよ。何があると思ったんだ。案ずるよりも産むが安しか。歯医者も君のことももう少し信用してみようかな。うん、俺のことも。なんでもない。疲れた。僕は帰るよ。ああ、じゃあな。とは今日はありがとう。ああ、よかったな。邪魔するぞ。クリスさん、今日もまた資料が多いですね。時間が惜しい。すぐに始めるぞ。はい。季節が暖かくなってくると、4歳から10歳ほどのグオッポは繁殖期に入る。この時期のオスのグオッポはやたら気性が荒く駆け回るようになる。早く竹だけしか走ることでメスにアピールしているものと思われる。よって繁殖期のオスは荷物や人間の運搬には不向きであり、広い場所で放牧させておいた方がいい。なるほど。だが栄養も多く必要としており、とにかくよく食べ食費もかさむ。よってこの時期扱いに困ってグオッポを捨ててしまう不届き者も出てくる。ほとんどのグオッポは野生で生きていく力を持っていない。主人に捨てられたらほどなくして飢え死んでしまう。私は捨てグオッポを保護する協会に入っている。捨てられて行き場のなくなったグオッポを飼育し、仕事ができる一人前になるまで保護するんだ。へふと思ったんだが、何ですか？お前も繁殖期というやつなのか？なんでですか？繁殖期だからあちこちで喧嘩をしていると。違います。俺はしょうがなく戦っているだけです。そうか。トアも繁殖期なのかと思った。いや、時期的にそういう年齢でもあるのかもしれませんが。で、何を言わせるんですか？その繁殖期にメスはどうしてるんですか？メスは栄養を蓄え、いいオスと巡り会えるのを待っているわけだ。繁殖期のメスは全体的にふっくらとした体つきをしているからわかるぞ。ふっくらとした体つき。なんだ、私を見て。いや、大きな目だなーって。だからなんだ。あはは、なんでもないです。変なやつだな。さて、グオッポの繁殖についてはこの辺にしようか。じゃあそろそろ乗り方を。次回はグオッポの子育てについて学ぶことになる。グオッポの大半は家畜化しているが、生まれたばかりのグオッポが成長するためには母グオッポとの関わりが重要になっている。その辺について詳しく話す。ついてはこの資料を読み込んでおくように。はあ。
よし、逃げちゃおう。どこへ行くんだ？クリスさん？さあ、今日も始めるぞ。はい。グオッポはこのように、兄弟との遊びを通じて、社会というものや痛み、別の個体との接し方を知るわけだ。なるほど。兄弟か。お前は兄弟はいるか？妹がいますよ。そうか。長く会えないのは心配だな。そうですね。でもしょうがないです。そうだ、クリスさんと同じでヤクモさんもお兄さんがいたらしいですね。あの刀を持った女剣士か。奴は闘技会で眺めていたが、いまいち捉えどころがないが、単純に剣の腕なら相当なものだったな。まあ私の近くには藤森殿という剣士がいるから驚くことはないが、一度手合わせを願いたい相手だな。ルーのことはどう思いますか？ベルフレアだったか。勢い任せにやっているように見えて、案外冷静に立ち回っていたりするかと思ったら、無謀に突っ込んでいくだけだったり、少々読めないのが面倒そうだな。正直私としてはお前の次にやりづらい。神は？ベルフレアとは逆だな。距離を取りながら冷静に慎重に対応しているように見えて、ここぞという時は思い切った戦術に出ることもできる。乱戦になればなるほど力を発揮するタイプだろう。ただどこかでお利口さんな戦い方から出し切れていない。私にとっては組みしやすい相手と見るな。シェリーはどうですか？技術についてはしっかりとしたものを持っている。ベイン・ラインスタッドの指導によるものだろうが、本人の資質も相当なものと思われる。まともな実践を積み始めて間もないのか。まだ何かを迷っているところがあるようだが、それでも潜在能力は底知れないな。なるほど。本筋からそれたな。そんなことよりグオッポについてだ。そんなことよりって、そんなにグオッポの授業が大事なんですか？当たり前だ。そもそもお前が教えてほしいと言ったんだろう。それはグオッポの乗り方で。そのためにはグオッポについて知る必要がある。はい。よく来たね。依頼を受けてくれるのかな？その依頼を受注するかい？どうも。ああ、トワさん、また引き受けていただきありがとうございます。今日の相手はトワさんと同じ新進気鋭の若手です。突如現れて連戦連勝で話題になっています。トワさんとのマッチアップはたくさんの人が楽しみにしてるんですよ。そうなんですか。頑張ってみます。さあ、では紹介しましょう。異国よりやってきた戦士参上。今日の相手はどんなやつかしら。腕が鳴るわ。ルーじゃねえか。なんであんたが？いや、依頼を受けて。そうなの。まあいいわ。一度あんたには負けてるし、いい機会だわ。本当に戦うのか？行くわよっと。負けるわけにはいかないな。叩き潰せ。はあ！平坂飛べ！はっ飛べ！はっ飛べ！はあ！平坂飛べ！
よし、成長を感じる。やったぞ。しないよ。あんたが人気なのってあの変態技のせいなのかしら。それは嫌だ。次は負けないからね。さすがラインスタッド自警団。依頼達成だ。どうも。あなたに会いたいと思っていました。今日も訓練？いえ、今夜は違います。ここにいればあなたが来るかなと思っていたのです。ん？お別れを言いたくて。お別れって？征伐隊に選ばれました。長い旅になるそうです。1年、あるいは数年、旅を続けることになるかもしれません。早朝、この駅より列車に乗って出発します。あなたは別の世界から来たということなので、この列車に乗ったことはないですよね。ああ、うん。駅に隣接する工場では、1年に一度、列車が作られます。そして征伐隊を乗せて、東へ旅立っていくのです。列車は、一度も帰ってきたことはありません。そしてまた新たな列車が作られ、新たな征伐隊を運んでいくのです。いつかこの列車が、自由に世界を旅するためのものになるよう、戦地へ向かうのです。私は思うんです。どんなに小さな存在もあがいて頑張れば強くなることができる。たとえ死ぬことになってもあがくことで私が誰かのささやかな光となることができたら悔いはありません。短い間でしたがありがとう。今まで名前も名乗らなかった無礼をお許しください。え？名乗り合えばきっと別れが辛くなる、そんな気がしていました。でも今はあなたに私の名前を知ってほしい。そしてあなたの名を知りたい。それがきっと私にとっての光となる、そんな気がします。うん。俺は永井とは。とは素敵な名前ですね。私の名はあれ、俺は出かけるぞ。戦闘の準備をしておけ。まだ戦争から戻ってきたばかりですよ。だからなんだ。はいはい、支度をします。でも戦闘って、どこでですか？ラインスタッドの屋敷へ向かう。ラインスタッドって、先日王子と出向いたところですよね。妃様候補
がいる。ああ、今日で期日だ。妃様を迎えに行く。いいですけど、それがなんで戦闘になるんですか？俺の勘だ。王子よりの文章をお持ちしました。なんて？騎士団を迎えに使わした。シェリー・ラインスタッドは本日中に入場するように、とのことです。騎士団が迎えに？迎えというよりは、連れ出しに来たといったところか。クリスさん？あんた、何をしに来たの？騎士団とお前たちがやり合っているというじゃないか。興味深いので、見物に来たのさ。やり合ってないの？どうかな？これからそうなるんじゃないか？何？それで心配して来てくれたの？さあな。興味があるだけだ。そもそも君は騎士団の一員では？謹慎中だからな。別にどこにいてもいいだろう。謹慎中、どうしてですか？うちの団長は、私に似て頭が固いからな。融通が利かないのさ。しかし、ラインスタッドを妃にか、唐突すぎる。やはり、レオン王子は、どうかしたの？いや、来たようだな。先日の約束通り、お迎えに上がりました。すいません。先日、お伝えした通りです。私は、いけません。残念ながらこれは、王子の命令です。否は、ありません。それでも、否と言うなら。言うなら？力ずくで、ということになるでしょう。天下の騎士団が、女の子を無理やり連れて行こうってこと？命令とあれば、犬だろうが猫だろうが、連れて行きますよ。一刻待ちましょう。それまでに投降してくださるよう。さもなくば。さもなくば。その先は言う必要はないでしょう。ご自身で考えてください。クリス。お前、何をやっている？散歩だ。お前が、他の連中と慣れ合うとは珍しいな。慣れ合ってなどいない。まあいい。今からここは、戦場になるだろう。お前は、立ち去っておけ。交渉は決裂するだろう。一刻後、奴らが投降しないときは、レオン王子の命において、ラインスタッド家を吸収する。いきなりそれは、手洗いの。ナッシュ、お前が先陣を切れ。私、なんで？俺か降雪山殿が行けば、初手からめちゃくちゃになるだろう。奴らの手並みを見てみたい。それって私に、ちょっと痛い目にあってこいって言ってるようなものじゃないですか。そういうことだ。そういうことって。もうすぐ、約束の時間ね。奴の目は本気だったからな。おそらく、実力行使に出るだろう。代々王都を守ってきた、最強の部隊。清流騎士団と正面から激突することになるんだね。私は？何も言わなくていいわよ。心は一つのようだな。まあ、降りかかる火の粉は払いのけないとね。言ってやれ、とは。え？うん。シェリーは嫁にはやらん！
も。さて、一刻経ったな。待ってください。出てきましたよ。ウルフリアさん。私は、あなたたちと一緒には行けません。答えは承りました。私からは、先ほど忠告させていただいた通りです。レオン王子の命により、あなたを連行します。シェリー・ラインスタッド。行け、ナッシュ。はーい。めんどくさいけど行ってきまーす。ナッシュと申します。僭越ながら、騎士団の一員を務めさせていただいております。誠に面倒ですが、制圧させていただきます。何あののんびりした女。スケールドラゴンのナッシュ・ジグムントだ。やる気のない見た目に騙されるな。奴は相当難しい相手だぞ。難しい？本人の性格もあるが、鉄壁の防御を誇り、奴に手傷の一つでも負わせるのは至難だ。それにスケールドラゴンはかつてのファリス王子がまとっていた鎧でもある。それを引き継いでいるということは、才能では騎士団随一と言えるだろうな。本人にやる気がないのがたまに傷だが。ご説明ありがとう。で、あなたはどうするの？向こうに着く？私は謹慎中だからな。そういうわけにはいかないな。見学でもしているか？いや、力を貸そう。え？正気？同僚と戦うってこと？そうなるな。そんな、いいんですか？私は騎士団の中でも単独で諜報任務に当たることが多い。任務のためならあらゆる単独での判断が許されている。任務って何よ？王の暗殺事件についての調査だ。そのためにラインスタッドを調査していたところ、邪魔が入ったので応戦した。言い訳としてはそんなところか。暗殺事件について、クリスさん、本当に調べていたんですか？単なる方便であって、単に身内と戦ってみたいんじゃないの？そんなルードのではないのだから。私だってそんなんじゃないわよ。でもいいんですか？本当に。構わん。どうする？私の力借りてみるか、ラインスタッド。私は、一緒に戦いましょう。お願いします、クリスさん。なんだ、あまりこっちを見るな。力は当然私よね。ウイングドラゴンのクリス・レイ。シェリクリスさんまで相手するとなると勝てるかな。負けるつもりもないくせによく言う。命令なんでやりますけど。どうですか？風よ
早く変わりなさいよ。予想外にこの人が強いや。無理すると痛いことになりそう。無理するのやめとこ。サボり始めたな。ザック、お願いします。やれやれ、しょうがない。後ろ向いておれ。まずいお方が出てきたな。あのおじいさん？会津ドラゴンの藤森殿だ。会津ドラゴンってオスカーさんもそんな話を。オスカー・ブレインの前には会津ドラゴンを務めていた。だいぶご高齢だからな。引退と復帰を繰り返している生きる伝説のような方だ。一人の戦士としてあの人は尊敬している。こんな機会に手合わせできるとはな。幸運だ。こいつやっぱりただ暴れたかっただけじゃ。そんなルードのではないのだから。だからそんなんじゃないわよ。承知した。ウイングドラゴンのクリス・レイ。参るぞ。お年寄りと戦うのは気が乗りませんね。そんなこと言ってられるような相手じゃないみたいだよ。あの顔かなりの手だれと見た。うかつに近寄らない方がいいかもしれない。これは聞いただろ。つまらぬ切ってしまった。遅い。遅い。これは聞いただろ。遅い。これは聞いただろう。よし、成長を感じる。やったぞ。最強とは何だ。まだ答えは見えぬか。腰が痛いわい。団長殿、奴ら結構骨があるぞ。みたいですね。なるほどな。ソウルドラゴンを退けただけはあるということか。団長が行くんですか？長引けばそのうち町の者が気づくだろう。あまり人目につきたくはない。さっさ終わらせるぞ。ウルフィリア・レイ、私の肉親だ。名門レイ家。私の国までその名声は轟いてるわ。いつの代でも清流騎士団に子息を輩出し続けてきたセーレンの超名門。そして彼こそが今の当主ウルフィリア・レイね。彼が
名門中の名門レイケ投手。でもクリスさんはご家族と戦うんですか？望むところだ。訓練でもない本当の勝負というものをあいつとしてみたかった。もっとも私は一度として奴に勝ったことはないがな。クリスさんが勝ったことがない。かけねなしに奴は強いぞ。さて、あなたはクリスさんの弟さんなんですよね。兄だ。え？少々若く見られがちだが、俺はクリスの兄だ。あ、すいません。お前は別の世界から来たとか？俺のこと知ってるんですか？妹の動向を調べていればわかることだ。なぜそんなことをする？俺はレイ家当主にして騎士団団長を務めるウルフィリア・レイ。手合わせ願おう。負けるわけにはいかないな。よろしくお願いします。お前とこうして戦うのも久しいな、クリス。そうだね。お前が見込んだ者たちの強さ見せてもらおうか。いつでも呼んでくれ。解き放ちます。解き放ちます。まだだ。手応えありました。飛べ。いけます。飛べ。飛べ。飛べ。畳みかける。切るんだか。飛べ。いけるよ。もう一丁。飛べ。負けだ。もう止まりません。いけるよ。いけられると思うな。返さんと。準備万端です。まだだ。飛べ。行きます。これからです。これからです。負けません。いつでも呼んでくれ。かわせるか。許さねえ。飛べ。飛べ。飛べ。無様だな。やった強くなりました。強い。幸運が重なって
復活仕掛けのソウルドラゴンを撃ったらしいが、お前らの幸運は俺には通用しない。そろそろ降参することだ。誰があんたなんかに。いいだろう。一人ぐらい死なないと目が覚めないようだな。なんだと。お前らの命を奪うのは確かに遺恨を残すだろうが、この異邦人はどうだろうな。こんな怪しい男が一人死んだところで騒ぐ奴もいないだろう。死ね。待って。シェリー。行きます。あなたと共に行きます。最初からそうおっしゃっていただけたらよかったのです。目だ。父さん、ありがとうございます。心配しないでください。話をしてくるだけです。話せば分かってくれますよ、ウルフィリアさん。私はあなたと一緒に行きます。ただそれは正式に辞退申し上げるために行くんです。それでいいですか？構いません。私の任務はあなたを王宮へお連れすることです。調教はレオン王子がなされるとか。調教って。そう生優しい方ではない。それは覚悟なさった方がいい。シェリー殿、大丈夫です。行ってきます。お前の処分については追って伝えよう。が言い分があるなら今聞いておこう。ウルフ、お前は何のために戦う？何？こんなところでつまらん問答をするつもりか？言い分があるなら聞こうとお前が言ったのだ。俺が戦うのは王のためだ。そうか。ならばそれが私の答えだ。なんだと？どういう意味だ？それ以上何も言うつもりはない。まあいい。いずれにしても今日のことは看過できん。追って沙汰を伝えよう。覚悟しておくさ。くしょう！何が王都を守る自警団よ！私たち、あんな奴を守ってきたの？ルー殿、どこに行かれるつもりか？決まってるわ。シェリーを取り返しに行くわ。止めないで。止めはしない。音もいたすシェリー殿には恩がある。本気か？王宮を襲撃するということになるぞ。その時点でお前たちは立派な罪人ということだ。知ったことじゃないわ。どうせ私はこの国じゃ旧敵国の貴族よ。君はそうかもしれないけどね。落ち着こう。シェリーを妃にしたいというなら手荒な真似はできないはず。焦らずまずは何か対策を考えよう。頼もう頼もう。誰かいないか？何よ、こんな時に。誰？私が開けてこよう。誰？猫？ランスロットさん？誰？ランスロットって。いや、なんでもない。お初にお目にかかります。私はルドルフと申します。ルドルフ。なあ、この町ってああいう猫さん珍しくないのか？いや、少なくとも私は初めて見たけど。そうなのか。
私はあるやんごとなき方の使いとしてやってきました。やんごとなき方？その方によって生み出された使い魔のようなものと思ってくださいませ。ラインスタッド様にご助力いただきたく参りました。ご助力って？逆賊を討つために力を貸してほしいのです。逆賊とな。レオン王子です。王子が逆賊？どういうことなの？君の主だというやんごとなき方っていうのは？私はギルバート・レインフォルス様の使い魔です。レインフォルスって王様の？だってギルバート王は暗殺されたんじゃん。実はそれは未遂に終わっているのです。表向きは暗殺されたとしていますが、今は安全な場所にかくまわれております。皆様にお話ししておかなければなりません。王様はあの男レオン王子によって殺されかけたのです。そんな。今は呪いによって身動きも取れず口も聞けない状態となっています。このままではいずれお亡くなりになってしまうでしょう。私は逆賊を討ち呪いを解く方法を探しておりました。そのために共に戦ってくれるものを探しておりました。待ってよ、あんたの話を聞く限りシェリーのお父さんについては濡れ衣ってことよね？もちろんです。もちろんですじゃないわよ。シェリー殿がそのためにどれだけ苦労してきたと思っている。それが犯人は別にいるから協力しろというのはね。ふざけた話ね。その件については本当に申し訳なく思っております。どうしてラインスタッド様に濡れ衣が着せられているのか私にもわかりません。おそらくはレオン王子の仕業でしょうが、しかし真実を明らかにするにしても我々だけではどうしようもありませんでした。今こそラインスタッド様の嫌疑を晴らすためにも私と共に王宮へ。そこに戻るわけね。どうしたものか。この怪しげな猫が本当のことを言っているという確証はないわけだよね。ねえ、ギルバート王に会わせてもらうことはできないの？それは残念ながら。いや、叶うなら私もそうして差し上げたいのですが、王様は現在人にお会いできるような状態じゃないのです。人に会える状況じゃない。皆様は元より王宮へ向かうつもりだったのですよね。でしたら私をご一緒させていただくだけで結構です。きっと力になります。なあ、連れて行くだけならいいんじゃないか？でもこんな怪しげな猫。いいのではないか。王宮へ突入するなら私たちは重犯罪人。今さら細かいことを気にしてもしょうがない。まあそうかもね。ありがとうございます。結局は正面突破しかないということか。そしてそのためには騎士団を倒さないといけない。あの男ウルフィリア・レイを倒さなければならない。ファンドラゴンウルフィリア・レイ。戦っての通りだ。今のお前たちで奴に勝てるとは思えないな。おまけに奴らの本拠地に攻め込むことになるのだから、ここで迎え撃ったのとはわけが違うぞ。悔しいけどあいつは強いわ。それに運よくことが運んでもその後どうなると思う？
僕たちは謀反人としてもうこの町にはいられない。一生追われる身だよ。と、君はこの国を追われたら帰る方法を失ってしまうかもしれないよ。俺はとは？少しだけ風に当たりに行ってくるよ。すぐ戻れ。誰だ？やあ、少年。え？とランスロットさん。ずいぶんと浮かない顔をしているね。何か、あったのかな？俺は、勝てませんでした。敵は、強かったかい？ええ、とても。当たり前ですよね。いきなり知らない世界に放り込まれて、無我夢中でやってきました。奇跡的に自分の力が人の助けになって、何度かギリギリの戦いに勝つことができました。でも、この世界でずっと必死に戦い続けている人に、俺が勝てるわけがない。当たり前のことです。当たり前なのに、ずいぶんと落ち込んでいるようだな。それが、唯一の支え。自分に課した命題だったんです。命題？何かね、それは。次は、絶対に守るっていう。次？よかったら、話してみたまえ。うちの一族は少々特殊で、妹は望んでもない立場と財力を両親から引き継ぎました。そのせいで、随分と厄介なことに巻き込まれました。俺たちはただ、二人で静かに過ごしたかったのに、ある日、妹と出かけました。そこに、バイクが突っ込んできたんです。一瞬のことでした。でも、あの時のことをよく覚えています。スローモーションみたいに。妹は一生、自分の足で歩くことができません。俺は、決めたんです。妹を守るために、もう、誰にも負けないと。そうして強くなるために、俺は、戦ってきました。でも、勝てませんでした。我が輩が思うに、君は、君自身が思っているより、特別な存在なのではないか。遠い世界から来た君には、我々にはない、純粋な思いが備わっている。それは、弱さゆえの思いかもしれない。それでも、君の思いが本物なら、君の力は、敵を上回るだろう。そんな。まさかじゃないのさ。少年の鎧にはそれだけの力がある。我が輩にはわかる。そして君にはその鎧に選ばれただけの素質が眠っている。素質？俺に？我が輩もいろんな戦士を見てきた。君はその中の誰よりも強い。いや、強くなれる素質を秘めている。あとは信じることだけだ。ランスロットさん、俺にそんな力があるなんて、やっぱりよくわかりません。でも、
話を聞いてもらえただけでよかったです。そうか、ならよかった。さあ行きたまえ。君の仲間が待っているのだろう。はい。ランスロットさんは一体。行きたまえ。はい。待たせてごめん。決めたよ。シェリーを迎えに行こいいわ。一緒に行くわよ。私も参ろう。やれやれ。君たち、ちょっと冷静になった方がいいよ。相手は王子。国そのものを敵に回すことになると言っても過言じゃない。揃ってお尋ね者になるわ。私はもともと流浪の身だ。どこへなりと行こう。私は自分とこにかくまってもらう。あんたたちも来ればいいわ。口を聞いてあげる。そんなことしたら君の国と戦争になるよ。いいんじゃない？女の子に逃げられて戦争を仕掛けるなんて恥ずかしい真似があの王子にできるならやってみればいい。やれやれ。僕はシェリーのお父さんを探すのだ。君を返す方法を探すために一緒にいるんだ。これはさすがに契約外だ。う。そうだな。じゃあ神は？この穴埋めはいつかしてもらうよ。俺にできることなら何でも。へえ、言ったね。さて、何をしてもらおうかな。何をやらされるんだよ。楽しみだ。神？じゃあ、行こうじゃないか。やはり行くのか。クリスさん。ラインスタッドを連れ戻しに行くんだな。はい。私も行こう。私たちと共闘すると。そうだ。あんた、謹慎中とはいえ騎士団の一人でしょ。いいの？王宮に行って確かめたいことがある。それを確かめるには今しかチャンスがないように思う。だがそのためには私も命を懸けなければならない。だからこの命お前たちに預けよう。確かめたいこととは一体？ギルバート王暗殺の真相だ。それは、あなたは本当に調べていたんだね。ああ、私は諜報部としてあの事件の真相を追っていた。そしていくつかの痕跡からあるヒントを得た。そしてラインスタッドやお前たちと会い、私の中である推理が固まりつつある。私はその推理に命を懸ける。王のために。だからお前たちと戦おう。よう。俺は悪人か。権力を盾に嫌がる女を手ごめにしようとしてるんだ。悪人以外の何者でもないだろうな。今国は揺れている。鎧は我が国の守護者であったが、列強もまたその開発に力を入れ始めている。混迷の時代がこれから訪れるだろう。今こそこの国には力が必要だ。それでどうして私が？お前が王魂を持っているからだ。王魂？王に近しいものしかそれを見たことはないからな。お前は知らないだろう。お前がソウルドラゴンを撃った時に使った力のことだ。お前はあれを何だと思っていた？何だと思っていたと言われても、不思議な力。それで納得していたのかお前。はい、まあ。とぼけたやつめ。あれは王族の血を強く引く者だけに発現する王家の力だ。王族の血？私はそんなものでは。ラインスタッド家は王家と縁はありません。どうだろうな。お前は本当に
ウェインが自分の実の父だと思っているのか？何を言っているんですか？まあいい。今はそんなことはどうでもいい。聞け。王魂は一つの時代にたった一人にしか現れないと言われている。いや、そもそも長くこの国には王魂を持つ者が現れなかった。今、お前がそれを持っている。そして俺にもそれがある。どうして？どうしてだろうな。だがこの事実が明るみに出たらどうなると思う？ただでさえ混乱しているこの国は二つの王魂を持つ者の出現によってそれを利用する者が現れ、場合によっては内乱の元となるかもしれない。ならばどうする？二つの力を一つに束ね、より大きな力になればいい。俺の妃になれ。そしてその力を俺とこの国に捧げ、激動の時代を共に乗り切れ。別に俺を愛せなどというつもりはない。国のためと思え。事情は分かりました。私はバカで複雑な話はよく分かりませんが、それでもなんとなく王子様の言うことは分かった気がします。この国が今とても大変だということも、私が王子様の妃になる必要性についてなんとなく分かりました。その上で私はあなたと一緒にはなれません。私を返してください。帰れるわけがないだろうが。お前はもう檻の中にいることを忘れるな。鍵を持っているのは俺だが、開けるつもりは毛頭ない。一生な。お前にできるのは餌を食うか食わないかだけだ。食わないなら衰弱して死ぬだろう。お前にその度胸があるならそれでもいいぞ。そうやって思い通りにならないことは全て力でどうにかしようとするんですか？それが王子様のすることですか？その通りだ。それが王のすることだ。力を持って全てを制圧する。そのために誰よりも強くなる。そして俺様は誰よりも強いぞ。だから全ては俺様の思い通りだ。ああ、そういえばお前の知り合いが投獄されているらしいな。何でもソウルドラゴンの復活に加担したとか。アリス？アリスに何かするつもりですか？何かしたのはあの女だろう。立派な反逆罪だ。何が言いたいのですか？何が？俺は王だ。お前自身もお前の友人も全ての命運は俺の手の中にあると言っている。お前たちは騎士団と一戦交えたらしいな。揃って謀反人にするのもたやすいことだ。お前の仲間の命運はお前の態度次第ということだ。もし皆さんに手を出したら、私はきっとあなたを許さない。許さない？面白い。ただの小娘だと思ったが思いのほかそそるな。檻の中にぶち込むだけではもったいない。俺様に絶対服従を誓うように調教してやろう。そうだな。お前を監獄に縛り付けてやる。罪状は今の言葉で十分だろう。目の前でお前の仲間たちを順々にいたぶってやろうじゃないか。お前が俺を受け入れるまでな。いつまで耐えられるかな。わかりました。ほう。私はここであなたを殺します。あなたが誰だとしても私の大切な人たちに何かをしようとするのは許さない。だからこの場で殺します。ますます面白いぞ。
シェリーラインスタッド。だがその力がお前にあるか？ソウルドラゴンを倒したのか知らないが、俺様は最強だぞ。あなたは戦争に出たこともないと聞きます。鎧に乗れないと。間違えるなよ。乗れないんじゃない、乗らないんだ。誰も俺自身でさえ俺を押さえつけることはできないからな。俺がその気になれば何もかもがめちゃくちゃになるからな。あなたは一体。なんだおい、一体何が起こっている？ラインスタッドの連中が王宮へ侵入を許したということです。父さん。へえ。おい待て！バカ。檻から逃げられると思ったか？王宮に直接仕掛けてくるなど正気じゃないな。これで奴らは立派な謀反人だ。ウルフィリア。はっ。奴らはすでに罪人だ。容赦は無用だ。殺せ。承知しました。しかし少し妙だの。仲間を助けに来ると言っても忍び込むぐらいの知恵はありそうなものだが、正面から来るなどこれではどのみち奴らは破滅、あるいは何か狙いがあるのかの。何それ怖い。自爆とかするつもりじゃないですか？痛いの嫌だ。くだらんことを考えるな。俺たちは目の前の敵を殲滅するだけだ。奴らにどんな思惑があろうが関係ない。叩き潰すだけだ。シェリー！シェリーラインスタッド。王の命令に背き紙幣を王宮へ乱入させるまごうことなき反逆罪だが、今ならまだお前を許そう。そいつらを帰らせて俺の妃になれ。私は。お断り。お断りだな。遠慮させてもらうかな。その汚い顔を笑って出直してこい。そうか、皆殺しにしろウルフィリア。御意。これ以上そいつらに付き合えばもう後戻りはできないぞクリス。元より後戻りなどするつもりはない。なら俺も遠慮はしない。全力で潰す。当然私よね。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだ。に組み込まれただけでも我らの恥だ。なお生きて外へ帰すな。頑張らないと後で壊そう。ということですいませんが、ラインスタッドの皆さん、制圧させていただきます。お守りしまーす。
どうですか？援護するよ。どこが急所だね。やるこれ。承知した。当然私よね。団長殿の言う通り、お主ら少々やりすぎたようだな。きつく急を据えてやろうかの。そこか。これは聞いただろう。そこがごめん。そう切る。これは聞いただろう。ラッキー。これはどうだ。早く変わりなさい。ごめん。と遅い。これは聞いただろう。さすがに気がない。遅い。やった！強くなりました！何ですか？これ。これでまた英雄に一歩近づいたわね。鍛錬の成果が出たな。僕の探求心はまだこんなもんじゃないよ。負けるわけにはいかないな。ウイングドラゴンのクリス・レイ。ここまでのことをしたんだ、クリス。覚悟はできてるだろう。元より承知の上、私は私の信じる者のために戦う。お前は堕落した。兄として教師として責任を持ってお前を処分する。飛べ！逃がさん。いつでも呼んでくれ。そういっちゃおう。飛べ！飛べ！飛べ！
こは任せる。飛べ。ナイス。無様だな。飛べ。体勢を取り直す。この攻撃仕留める。待てるか。はあ、飛べ。いつでも呼んでくれ。まだだ。負けだ。出て飛べ。退散だ。遅い。入れるよ。仕留める。まだだ。最強とは何だ。まだ答えは見えぬか。力はなんだこいつ。この力は。バカだ。この俺がバカだ。ウルフ。なぜ俺が。申し訳ござい。ウルフィリア、覚えているな。お前が騎士団長に就任した時の誓いを。無論あの時の誓い果たしましょう。何のこと？誓いって。何をしている。何のつもりだ。それはこっちのセリフだ。お前には関係がないことだ。離せ。お前の指が引きちぎれるぞ。ふざけるなよ。な人をバカにするなよ。何がお前には関係ないだ。勝手に人を襲って人の大事な人を傷つけて、任務だからって人を傷つけて、任務に失敗したからって自分を傷つけて。あんたなんでそんなに勝手なんだ。力があれば強ければ何をしてもいいと思っているのかよ。ヤクモさん。峰打ちだ。すぐ動けるようになる。誓いを守り死に切ることもできないか。無様だな。とどうこう言ってる場合、次はあんたよ。それが嫌ならおとなしく私たちを返して悔い改めることね。バカども。王宮のど真ん中まで来て何ができると思った。何をぼーっとしている。その反逆者どもをひっ捕らえろ。しかし奴らは鎧をまとっています。我々では。だからなんだ。できないというのなら俺がお前たちの首をはねてやる。はい。逃げられるなら逃げてみろ。そいつらを殺してな。卑怯な男。なんとでも言うがいい。これこそが力だ。そこまでだレオン。ん？あれは猫？ああ？てめえまさか。レオン、
地獄の底から会いに来たぞ。なるほどね。そういうことか。全く考えなく乗り込んだわけじゃないようだな。聞けー皆の者、反逆者はこの男だ、レオン・レインフォルス。なんだ、あの猫は一体。我はギルバート・レインフォルスである。そして何を隠そう、そこにいるレオン王子こそ私を暗殺しようとした真犯人。王子が王？いや、それより猫、王様。バカな、猫が王だと？笑わせるな。ラインスタッドがつまらぬ真似をしやがって。早くその不届き者を八つ裂きにしろ。恐れ多く畜生が王を名乗るとは。ならばここにわしが王である証を見せよう。何？クオルバート。はい。お前が制裁に内緒で郊外に愛人を囲っていること知っているぞ。5人もな。なんなら名前をあげようか。マチルダ、ミミンミ。わかりました。やめてください。確かにあなたは王様です。ボルシチ。はい。お前がオスカー・ブレインから多額の賄賂を受け取っていたこと、お主の懇願によってわしは不問にしてやったな。忘れたとは言わせんぞ。そんな、その事実を知るのはたった一人。まさか本当にこの猫が王？そう言っている。王子、これはどういうことなのでしょうか。そこの猫はどうやら王様のようです。そして王はあなたが暗殺しようとしたと。バカを言うなよ。俺様がどうして親父を手にかける必要がある？バカめ、お前のことなどとうに息子などと思っていないわ。お前はただの出来損ないの逆賊だ。これ以上王座を汚すのを許しません。奴を捕らえろ。あの大罪人を捕らえて八つ裂きにしろ。どうする？いや、だって猫だぞ。早くせぬか。命に背くならギルバート王の名のもとにお前ら皆打ち首だぞ。レオン王子を捕らえよう。王子、失礼します。どうかまずは皆で話を。触るなよ、内虫が。おいおい、俺様よりも薄汚い猫を信じるってことか。お前らの忠誠心には頭が下がるぜ。そうだ、そこにいるクソ猫はギルバート王よ。そしてこの俺様こそが父であり王であるギルバートを手にかけた男。アホどもが何も知らずにご苦労だったな。王子、あばよ。奴を逃がすな。城の外に繋いであったグオッポで逃走しました。まさかこの後に及んで逃げ出すとは。レオン王子、どうしますか団長。レオン王子に追っ手を差し向けろ。クリス、お前はまさか知っていたのか。
事件の真相を。調査した上で、そう当たりをつけていただけだ。私たちが従えるのは、王であるギルバート様。レオン王子ではない。彼も、容疑者の一人だったということだ。それで、ラインスタッドに加担して、騎士団にさえ背いたと。賭けだった、がな。お前、変わったな。たとえ任務のためとはいえ、ここまで思い切るような性格ではなかったはず。あの男のせいか。そうだな。奴は、すべてを失い、見知らぬ世界へ来て、だけど、ただ信じる者のために戦っている。奴を見ていると、所属やしがらみなど、つまらないものに見えてくる。さて、結末を見届けてくる。待ってくれ、ラインスタッド。クリスさん。私も行こう。さてどうする？逃げるか戦うか。関門は閉じられているだろうな。かける価値があるとしたら、自らの力だけ。考えるのが面倒になってきたぞ。旦那。ん？いい鎧を着てらっしゃる。さぞ高貴な方なのでしょう。どうか、お恵みくださいませ。哀れな子供たちがもう何日も何も食べておりません。ほれよ。こんな大きな宝石を。なんと。ありがたや。ありがたや。旦那は、我らが太陽でございます。何？いや、申し訳ないです。ベラベラと。闘技場か。似ているな。君たちはこれから互いに殺し合い、ただ一人が生き残る。そして生き残った者は最高の名誉を得られるだろう。最高の名誉とは、ギルバート王の養子としてやがて王位を告げる権利だから、掴み取れウジ虫ども。その手で殺して這い上がって空に浮かぶ太陽となれ。生き残ったのはお前か。名は何と？知らない。そうか。ならレオン。レオン。今お前の頭上に鳴り響いている雷のことだ。レオン。これよりお前はこの厚い雲に覆われた暗い世界からまばゆき天上の世界へ登るのだ。そこで太陽となれ。レオン、お主はこれより我が息子だ。国のためゆくゆくは全てをお前に授けよう。そのために強さだけではなく優しき心を備えた偉大な王となるのだ。心得ました、父上。制御してみせろ、レオン王子。その鎧エンドラゴンを制御できたらお前は本当の王となる。太陽に本当か？そうか。俺は王にはなれぬか。このままでは。くだらん。こんなもの望んで手に入れたわけじゃない。しかしいい加減この命好き勝手もてあそばれるのにも我慢がならん。ウジ虫にはウジ虫の意地がある。太陽は自分で掴み取るしかないな。
どこに行かれるのですか、王子。ラインスタッドか。王は就寝中です。ご用がありましたら気を改めてください。急ぎの話がある。通せ。そのような殺気をまとえ、一体どのような話を。王子、まさか。お戻りください。そして朝を待ち、王とお話しなさい。俺に朝は来ない。俺は暗雲より生まれたレオンだ。剣を抜けラインスタッド。致し方ありません。お強いですね、あなたは。国のためにまっとうにその力を使われてはいかがですか。はっ、まっぴらごめんだ。俺は俺のために、俺の欲望だけのために王になる。そうですか。ならばあなたを止める。ウェイン、ラインスタッド。ブランクがあると思ったが、なかなかやるじゃねえか。そろそろ人が来ますよ、レオン王子。今いいところなんだ。引っ込んでろ。ここはこの者にお任せを。おい、引っ込んでろ。今いいところなんだよ。女、おい、何しゃしゃり出て。まさか。何者だお前。ではあとはお任せします。おい、待て。いまいち何を考えているのかわからんやつだ。まあいい。レオン、どうしたこんな時間に。その剣はお前、まさか誰かおるか。誰もいねえよ。あんた一人ぼっちで死んでいくんだなあ、父上。あんた一体何をしようとしていた。俺なんぞを養子にして何を願っていた。わしは国のためにペンドラゴンを乗りこなす後継者を作る必要性を感じていた。強力な世継ぎこそが王都に安寧をもたらすと信じておった。だがわしには子供がいなかった。だから多くの子供が集められたのだ。その子供らは魔力を増幅させるための怪しげな実験台に使われた。そうじゃ。そしてお前だけが生き残り、わしの養子となった。だがあんたは心変わりした。そうだな。ああ。しかしレオン、わしはお前をアホか。レオン、お前。さて、ラインスタッドが押し入ったぞ。父上がやられた。誰か早く来い。これでいいんだな。ええ。お前、何を企んでいる。いえ、王子、それより厄介なことになっているようですよ。ラインスタッドと親父がいない。やられたかもしれませんね。ラインスタッド家の秘術です。秘術。ラインスタッドの紋章通り、猫に魂を転生させて仮初めの生を受けるとか。なんだそれは。そんな隠し玉があるなら先に言っておけ。まさかこの土壇場で仕掛けてくるとは、さすがの私も予想しませんでした。要するに二人で仲良く猫になって逃げていったと。はっ、畜生になってどうしようって言うんだ。せいぜいあのプライドの高い親父が畜生として生き延びられるなら生き延びてみろ。ここにレオンが。闘技場、逃げ回るつもりはないということか。私たちが王子様と戦うのですか。
すまぬ。騎士団はお主らとの戦いで負傷しておる。王宮に残った他の兵士はまだ混乱して戦力にはならないだろう。そしてわしとしてはできたらこのことを大ごとにしたくない。頼む。あやつを止めてくれ。王様。あやつがわしを憎むのは道理。わし一人が手にかかり、それで済むならいいだろう。だが、わしはあやつの中にある底知れない憎しみを知っておる。あやつはこのままでは、この王都全体に恐ろしき破滅をもたらすだろう。今、止めなければならない。レオン、王子。よう、みんなお揃いだな。ここじゃ以前まで討議会が開かれては賭けの対象になっていたというじゃないか。一丁賭けをするか。賭け？俺が負けたらおとなしくお縄についていい子にしてやるよ。だが俺が勝ったらまあいいや。あれが王子の鎧？あれこそが王家に伝わる最大の秘宝、ペンドラゴン。王家レインフォルスに伝わるドラゴンクラスの卵だ。王家に伝わると言っても、代々の王は誰もあれと契約することができなかった。あまりに強大な魔力を秘めたあの卵を制御しきれなかったのだ。レオンはペンドラゴンを受け継ぐために王家に入った男だからな。来たね。ここまでは君の思惑通りといったところか。けれどあの王子は侮れないよ。彼は強い。さすがは近畿の魔導実験によって生き残ったたった一人の隠語。彼は危険だ。場合によってはあのままペンドラゴンを自分のものにしてしまうかもしれない。その時は彼に任せてもいいさ。世界の王となるがいい。私の望みは唯一無二の強大なる力がこの世界に君臨すること。それが誰であっても構わない。負けるわけにはいかないな。よろしくお願いします。見るがいいウジ虫。これが王がまとう最強の鎧、ペンドラゴンの力だ。圧倒的な魔力。これはこの力、ソウルドラゴンをもしのぐぜ。これだけの力を制御するレオン王子。何者なんだ。これがペンドラゴンの力。教えてください、レオン王子。私の父ウェインラインスタッドはどうなったんですか？知りたければ俺を捕らえて拷問でもしてみるんだな。おら行きます。やっひねりつぶして。いつでも呼んでくれ。もう一丁。手応えありました。飛べ。いけます。もう止まりません。なんといつでも呼んでくれ。まだだ。ひねりつぶしてやる。はあ、これがペンドラゴンの力だ。準備万端です。ブラファーの一撃だ。やっちろ。
もう一丁。飛べ。もう止まりません。大ざっぱし。ほらバカだ。うるせえな。死ぬんだ。飛べ。飛べ。負けだ。行きます。頑張ります。これでまた英雄に一歩近づいたわね。やったわ。鍛錬の成果が出たな。これは良いものだ。僕の探求心はまだこんなもんじゃないよ。なるほどね。理解した。這い上がれ。強くなれ、レオン。この厚い雲に覆われた暗い世界を抜け、太陽になれ。俺は負けん。誰にも負けん。ウジ虫にはならん。いいえ、あんたは負けたのよ。ここまでだ。俺は負けない。俺はクソ親父がそんなにわしを切りたいなら切ればいい。お前の無念がその程度で収まるならな。なんだお前は。やはりお前では無理だ。ペンドラゴンを本当に制御しようとするならば、もっともっと強大な魔力が必要となる。魔導改造を受けたお前といえど、膨大なペンドラゴンの力を制御しきることはできなかった。お前の運命はここまでだ。退場しろ、レイ。あの時の人たちで。何が起こった？お主は何者じゃ？貴様、あの女だな。また妙な邪魔をしやがって。一体何者？こっちだ！こっちにいるぞ！シェリー・ラインスタッド。それに、その家臣よ。はい。迷惑をかけたようだな。わしは、あの世、レオンに切られ、気づいたら猫となっており、市中をさまよっておった。し
しばらくは記憶もなく、喋ることもできなかったその辺の野良猫に紛れて、わけもわからず生きておったが、やがてすべてを思い出すに至り、言葉も操れるようになり、我が身に起きたことを調べ、なんとか王宮に舞い戻れるよう機会を伺っておったのだ。シェリー、お前の父がわしの暗殺未遂の容疑者として濡れ衣を着せられ、追われていることは知っておった。ただ、ウェインがどうなったかはわしにもわからん。どうやらあの夜、何者かに切られ、わしと共に猫となり逃げたようだが、無事なのか。今どうしているのか、わしにはわからん。いずれにしても、お主には迷惑をかけたようだな。許せ。謝らないでください。王様、お父様がいなくなって、いろいろありましたが、そのおかげで、大事な人たちに会えました。そうか。さて、一つ、わしのずうずうしい願いを聞いてほしい。このことは、秘密にしておいてほしい。王様が猫ということですか？それもあるが、あのバカ息子の乱心だ。このことを民に知られるのは避けたい。お主らに多大な迷惑をかけたことは謝る。だが、あのようなバカ息子でも王子は王子だ。民の希望になるべき男だった。それがこのような愚かな真似をしたこと。できればナイナイのことにとどめたい。わかりました。誰にも言いません。ありがたい。この国はこれから苦難の時代を迎えるだろう。君たちのような有望な若者が力を貸してくれることを願っておるぞ。また改めてこの度のこと話そうぞ。疲れた。やれやれだよ。シェリードの奪還任務完了ということか。皆さんありがとうございます。私のために。泣くことないでしょ。だってあんたなんか言ってあげてよ。俺シェリー、おかえり。ただいまです。よかったな。クリスさん。なんだ。ありがとうございます。礼の必要はない。騎士団の諜報部として王の暗殺未遂の真相を追ったまでのこと、こちらこそお前たちのおかげで真犯人を明らかにできた。礼を言おう。じゃあな。しかしあれは誰だったのだろう。突然現れて王子の暴走を止めた。すぐにどこかに姿を消してしまったみたいだけど。それに王様あのままなの？どうなんでしょう。ラインスタッド家の秘術でああなったんなら、シェリーは何か知らないの？さあ、私はそんなものがあることすら知らなかったので。ま、本人がそんなに気にしてないからいいのかな。ギルバート。ヤクモさん、どうしたんですか？いや、なんでもない。ともかく帰ろう。そうですね。皆さん、今夜はお礼に私がおご
奢るお金はないですが、歌います。何よそれ。いいじゃないか。今夜は歌い明かそう。シェリー様、はい。探しましたよ。なんでしょう。上の者より衣装合わせをしておくようにと言われまして。衣装って？来週にも婚礼の儀が執り行われるのでしょう。その時の衣装です。それなくなったのよ。なんと天井人というものは勝手なものですね。シェリー様、気落ちしないでくださいませ。はい、どうも。頑張ります。それはそうと、そうなると私の作ったこの衣装はどうなるのでしょう。それは使わないであろうな。しくしく。お金は支払われると思いますよ。王様にも頼んでおきます。お金の問題じゃないんだ。僕のクリエイティブの問題なんだ。他の誰かに着てもらったらいいじゃないか。それじゃダメなんだ。シェリー様、あなたをイメージして一生懸命作ったんですよ。それがちょっとかわいそうですね。ちょっと見せていただいていいですか？もちろんです。持ってきます。綺麗。式はなくなりましたが、着るだけならいいですか？おお、ぜひぜひ。それだけでも報われます。じゃあお願いします。おお、なかなか決まってるじゃない。まあ、いいものだね。どうも。何かが足りない。シェリー様はお綺麗なんだけど、それだけに何か寂しい。そうだ、やっぱり新郎がいないと様にならないよ。君ちょっと新郎の役目をしてくれないか。照れますね。そうだな。お父様がいつか言っていたのを思い出します。いつかお前が結婚する時が来たら俺は参加しないって。泣けちゃうもんな。お父様が言うには結婚式にはいい思い出がないそうです。いい思い出がない。なんでも本気で結婚したいと思った女性は何人かいたが、全部結婚式じゃ来賓として見届ける立場だったって。そっか。きっと結婚には向いていないんだろうって。でも式に出ると結婚っていいものだって思い知らされる。辛いよなって、そんな風に言ってました。そっか。なんだか照れますね。すいません、付き合ってもらって。いや、まあ、こうしていつか結婚できるといいな。こうして？いや、具体的に誰ととかじゃなくて。そうですよね。なんていうか、まあ、できるといいなって。そうですね。私も具体的に誰かってことはないですが、できるといいですね。あはは。